はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。SEC がブロックチェーンによる資金調達が証券であると主張するのは、SEC がどう見ているのかということですね。この方がですね、Web3 の弁護士、ジェシー・ハインズさんって方がですね、ツイートの方で、共有の方をしてくださいました。内容の方こちらになります。SEC がブロックチェーンによる資金調達の取り組みは一般的に証券であると主張する意味について少しお話ししましょうと。基本を抑えよう。資金調達だけでは証券にはならない。先行販売だけでは証券にならない。資金を運営費に充てることだけでは証券にはなりません。利益を期待する人、期待される人だけでも証券にはならないと。しかし、それらを一つの鍋に入れ、さらに他のものも加えると証券になることがありますと。で、どのようにしてそうなるかというと、その問題は複雑ですと。で、SEC の見解はこうですと。SEC は正しいかもしれないし、間違っているかもしれない。それは裁判所が決めることだと。で、SEC はあなたが何かたとえ現在の実用性があったとしてもより多くの実用性があることを約束し、その実用性を構築しているのはあなたであり、あなたがその実用性を構築するための費用を支払うために販売していると期待するのは妥当であると言っていますと。あなたからそれらを買った人はその追加された実用性が来るとき、あなたから買ったものがより多くの価値を持つことを合理的に期待していると。あなたが持っているものは投資契約、別名有価証券であると。で、この視点だけでも合理的ではあると。これは一般的に投資家に与えられている保証や保護を購入者に実際に提供することなく、ただ投資を受けているのに過ぎないのだから、これは保護されなければならないと。しかし今回の問題は SEC がこの合理的な信念を全く新しいレベルの規制として率直に言って理不尽な方法で執行していることですと。とにかく多くの混乱が見られているので、お役に立てれば幸いですということですね。共有の方してくださいました。で、このスレッドに対してですね、弁護士兼デジタル資産愛好家のビルさんって方がですね、コメントをされてます。このスレッドはとても楽しく仕事で疲れていたため2週間ほど放置していたのですが、今日再び読み返しましたと。 SEC が暗号をどう見ているのか、なぜ実用性があるからといって暗号が証券でなくなるわけではなく、実用性の構築がハウェイの枠組みにおける合理的努力として SEC にどう見られているのかが本当に明確になったと思っていますと。リップル社の訴訟を深く考察すると、ハウェイのテストが暗号の取り扱いに適していないことがわかると。例えばリップル社は XRP に実用性を与えたのではなく、 XRP を活用したビジネスを展開しているに過ぎないと。で、XRP と XRP レジャーの既存の設立当初からの実用性と DEX などの機能的な特性、アミカスブリーフを提出した団体を含む多くの団体が XRP レジャーと XRP を同じ実用性を活用した異なる実用性で使用していますと。アミカスブリーフっていうのは第三者からによるリップル社を擁護したですね、意見書を提出した、企業が多数いたんですよ。で、それらね、各々いろんなビジネスを展開していると。で、XRP を証券とし、その売却を投資契約と一部とするのは誰の共通企業なのか。リップル社がビジネスで使うから価格が上がるのか、それとも他の何百ものプロジェクトが XRP レジャーでやっているから価格が上がるのか、どちらを期待すればいいのでしょうか。その上で XRP の有用性を利用し使用例を拡張している事業者の努力を一人の投資家が主観的に知っていた証拠はないかもしれないのに、利益の期待は客観的な試算に基づくものであると。で、この問題は SEC 対 LBRY っていうのはリップル社同様ね、SEC から訴えられた企業になります。の判決において、裁判官が LBRY に関連する6つの声明、宣伝によってようやく言及し、それが重要であると判断したが、LBC トークンの単一の買い手がこれらの声明を聞いた、宣伝を聞いた、あるいは動機づけられた、あるいは購入する決定を根拠とした、という証拠がわずかしかないというややひねくれた結果になっていると私は考えていると。米国の SEC などはハウェイテストとその公表された柔軟性の長所を称賛しているのかもしれない。おそらくそれは投資家保護のための良いお手本であっただろうと。
しかし、米国と同様の証券制度を持つコモンローの法体系を含む他の法体系では暗号証券とみなすことは難しいのに、ハウェイの枠組みを条件としてほとんどの暗号証券といえる事実は米国では一歩踏み出すきっかけとならなければならないでしょうと、SEC が暗号にハウェイテストを適用しようとしたことで米国がこれほど窮地に立たされた国は他にはありませんと、ハウェイテストが暗号に対してうまく機能しないできないことを示すもう一つの兆候は SEC が暗号資産の長年の世界的取引に共通事業などのテストの特定の部分を不条理に広く適用していることですと、 SEC が世界のあらゆる場所での XRP の販売は投資契約の一部であり一つの継続的な提供の一部であると主張したことは米国の主要機関からすれば不合理なだけでなく知的にも恥ずべきことなのですと、他の、管轄区域ではトークン化された株式などの証券に相当するものをデジタル証券と呼び XRP のようなものをデジタル証券と呼ばないという違いがあることは明らかですと。で、暗号に適用されるハウェイテストは SEC が公言するような柔軟性はなく不透明で分かりにくいものですと、残念ながら、この新しい資産分野を明確にするのは不向きですが不確実性を優先し執行の選択性を維持しようとする、規制当局にとっては理想的な武器となりますと、米国には、ハウェイタイプの枠組みを使わない新しい法律が必要であるということですね。ツイートのされてます。でまだですねこのツイート、スレッド立ったばっかですのでこれからね、いろんな意見がまたね、湧いてくるかと思います。でまあね、結論から言いますと SEC がどう見てるのかっていうのは SEC はあなたが何かたとえ現在の実用性があったとしてもより多くの実用性があることを約束しその実用性を構築しているのはあなたでありあなたがその実用性を構築するための、費用を支払うために販売していると期待するのは妥当であるということですね。ことで、ハウェイテストをね無理やりこじつけてるというか当てはめてね持ってきているっていうような印象になったかと思います。でですね、これをですね、それがハウェイテストで妥当なのかっていうのは、裁判官が決めることですので、今ですね、略式判決ですね、に向けて、進んでおります。で、弁護人のね、ジェームズ・フィランさんって方は来年の、3月ぐらいに略式判決が決まるんではないかということでですねコメント確保されてますが、和解となる可能性もありますしまた上訴になってねそれからまた続く可能性もありますけども一応僕の方ではですね海外の方から毎日情報の方を精査してまとめております。できるだけですね動画の方も毎日配信できるように頑張っておりますのでよかったらまたね、別の動画次の動画見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますのでよろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。